どうも。同人ゲーム語り部です。このチャンネルでは同人ゲームを対象に毎回一つのゲームを取り上げ、紹介、考察などしていきたいと思います。同人というジャンルであれば有料、無料にこだわらず様々な作品を紹介していく予定です。フリーゲームも同人ゲームの位置づけにしています。さて、今回紹介する作品はこちらです。アス7、アストリア王国騎士団第7小隊。公開日、2015年。ジャンル、RPG。プレイ時間、約20時間。難易度、優しめ。値段、フリーゲーム。制作、黒幕帝劇場。本作はストーリー重視の作品であり、随所に演出が光ります。このオープニング映像もその一つです。ゲームエンジンは RPG スクール2000を使用。BGM には二次楽曲を多く使用しています。こういったレガシーさを感じるのも特徴の一つだと思います。プレイ時間は20時間と大ボリュームの作品です。濃厚なストーリー展開を楽しめるかと思います。それではまず、ストーリーの概要から説明します。冒頭の紹介にとどめ、ネタバレは控えます。ご安心ください。本作の舞台は中世より少し後、産業革命時代真っ只中という慌ただしい時代です。この時代では世界の覇権をめぐり、大陸と大陸、国と国とが小競り合いをしていた時代でもあります。そんな中、歴史を揺るがす大きな事件が起きてしまいます。戦乱の幼霊、和平交渉を決断したある帝国の王子が、あろうことか身内の謀略により殺害されてしまいます。ベルラント帝国はこの事件をきっかけに交渉決裂。亡くなった王子の弔い合戦という大義名分を掲げ、ウィルランド共和国領であるモルガナ公国を襲撃。ベルラント帝国はこうしてモルガナ公国を掌握。相対するウィルランド共和国とは膠着状態に。そんな大国に囲まれた小さな国アストリア王国。本作のメインとなる舞台はここです。主人公である若き見習い騎士のアリアは大臣から、遊撃騎士団設立に向けて民間人のスカウトを命じられます。しかし大した計画性も感じられない任務に戸惑うアリア。ごは任せたいわんばかりに大臣は逃げてしまいます。大臣の無茶無理にもめげず、小さな人助けをきっかけに少しずつ騎士団の活動を続けていくことに。その甲斐あって、少しずつ周囲から認められていきます。一方、その活躍の裏で様々な人物が暗躍。アストリア王国は大きな戦火に巻き込まれることに。彼女たちに待ち受ける運命やいかに。続いてはキャラクターの紹介に移らせていただきます。まずはアリア。このゲームの主人公。冒頭に上がったように、第7小隊を設立するという指令を全うすべく頑張る女の子です。実のところただの女の子ではなく、騎士団長シーザーの娘というサラブレッドです。騎士という立場から正義感が強い。困ってる人を見過ごせない優しい性格でもあります。ところで作者様曰く、本作のキャッチコピーは守るべきもののために、少女は剣を取る。様々な苦難に直面するも仲間に支えられ、その守るべきもののため奮闘する姿はとても感動的です。次にエリン。争い事を好まない穏やかな性格。ひょんなことから友達のミケちゃん探しに協力。以降、行動を共にすることになります。とある理由で魔法の素養が非常に高いです。ストーリーを進めるにつれ、その理由が明かされます。ディーン。彼もエリンと同じく魔法を使えます。エリンの友達探しの件に乗じて小遣い稼ぎのため傭兵として雇われることを提案します。実力はあるものの一匹狼な性格で口は悪い。
第七小隊に勧誘したものの断られます。ただの数増やしのモブだったのかと思いきや、とあるイベントをきっかけに再会することに、互いの利害が一致し同盟を結ぶことになります。ドロシー。自称、闇の眷属。とあるイベントをきっかけに人間界に姿を現すことに。かっこいい通り名ですが風貌や立ち回りから全くそうは見えず、仲間からツッコミを受ける始末。登場してしばらくはギャグ担当として活躍することに。余談ですが本作はギャグ要素が多めです。作者様曰く、ほのぼのギャグを意識して作成したとのこと。詳細は評価点のチャプターで口述します。話を戻します。なんとも頼りないキャラクターですが、ゲーム中盤以降は徐々に活躍の場が増加。どのような役回りでどんな活躍をするか。それはプレイしてのお楽しみ。続いては RPG の肝である、システム周りに触れましょう。とはいえシンプルゆえ語ることはあまりありません。エンカウントはシングルエンカウント方式。戦闘はドラクエ方式です。カットインや独自のアニメーションを用いることで戦闘に彩りを持たせています。馬車のような入れ替え要素もありません。実にシンプルなため、どなたでも苦労することはないでしょう。戦闘システムの紹介は以上です。報道システムについても紹介しておきましょう。RPG ゲームの世界とはいえ、時代は中世の世。アストリア王国の報道機関が定期的に新聞を発行します。この報道システムがあることでストーリーおさらいに加え、アストリア王国の情勢、国際情勢等の進展具合を理解することができます。様々な地位や立場の登場人物が出てくる本作のため、こうして俯瞰的に見返すことができるのはありがたいですね。他のゲームではなかなか見られないユニークな発想だと思います。ちなみに WC620 年とありますが、現在の西暦に直すと、中世より後、産業革命、というキーワードから、おそらく1750年から1840年頃と推測できますね。ここでは本作の評価すべき点を挙げたいと思います。まず、本作アスナナはストーリーなしには語れない作品です。作者様も、ストーリーに力を入れたと公言しております。前述したように、立場の異なる様々なキャラクターが登場。物語が複雑に絡み合います。それでいて比較的わかりやすく熱いストーリー展開。長編ものではシナリオ上の矛盾や複雑化が起きやすいですが、本作ではその心配はありません。オープニングから画像を駆使して歴史背景、地理的情勢をしっかりと説明しています。状況説明が文字だけで済まされるゲームも少なくない中、理解してもらいたいというプレイヤーへの配慮が伺えます。ところで、作者様曰く開発の際に最も苦労したのはシナリオ構築だそうです。本作で最も盛り上がるであろうゲーム終盤の一連のイベントに関しては納得いかず全て削除。作り直したほど、大変こだわり抜いたそうです。このこだわりがストーリーの高評価に繋がっていると思います。私としても終盤の一連のイベントは完成度が高いためぜひ見てほしく思います。と、ここまでシリアス寄りに解説しましたが、前述したように、割とギャグ要素は多いです。オープニングからの謀略、殺害から戦争と重い話が多いので、適度にギャグ要素を入れて緩和させたい思いがあったようです。賛否両論はあるかもしれませんが、私の場合は一種のカンフル剤として好意的に受け取ることができました。なお、この思想には同じくフリーゲームのギャグ RPG ナイトナイトの影響を大きく受けているそうです。その影響力たるやナイトナイトに出会わなかったらアスナナは作られなかったと断言できるほど。私はまだプレイしていないので、近々プレイして同じように動画にまとめたいですね。ストーリー展開で感心したことは、中世の戦争にファンタジーという2つの要素を上手につなげている点です。序盤こそほのぼのした雰囲気からの仲間集めに始まり、
中盤では膠着状態だった帝国と共和国間でついに大きく物語が動きます。ゲーム終盤にかけてはファンタジー要素も色濃く現れます。中世の戦争もの RPG でファンタジー要素と疑問に思う方もいるかもしれません。しかしいざプレイしてみると全く抵抗なくそうしたストーリー展開を受け入れました。振り返ってみて私自身、少し驚いています。その理由には、よく考えられた世界観にあると思います。ストーリーが展開する中で丁寧に物語の背景を説明。中世の歴史とファンタジー要素をうまく融合しています。その例の一つに、魔法を挙げてみましょう。人間は魔法を使えませんが、本作では得て増えてはあれど、複数のキャラが魔法を使うことができます。これは RPG の定番だからという理由ではありません。ただの人間が魔法を使えることを納得させる設定がしっかり語られています。このような説明を序盤から随所で行っているため、プレイヤーは唐突感を感じることなくファンタジー要素を徐々に受け入れていくことができるわけです。と、ここまで評価したい点を述べました。しかしながら少なからず問題点と感じた面もございます。評価の高いストーリーですが、完璧とは言えません。多くのプレイヤーが指摘したのはエンディング周辺。黒幕的展開やエンディングの流れが唐突かつ簡潔に終わってしまい、演出不足感が否めませんでした。エンディングではとあるキャラにフォーカスが当てられるべきかと思いましたが、そういった演出がなかったのは残念です。キャラクター周りについても少し言及しておきましょう。本作はアリアを中心としたキャラクターに確かな魅力を感じます。ただその一方で、メインキャラでありながらも、存在する意味が薄いキャラがいるようにも思えました。長編ゆえか、すべてのキャラクターを活かすことの難しさを感じましたね。次は戦闘面に関してです。前述しましたように、本作ではスクールデフォルト戦闘。いわゆるドラクエ式戦闘です。超必殺技ゲージなど特別な要素もなければ、馬車を使って控えメンバーを交代させるような要素もありません。ありていに言ってしまえば、あまりにもシンプルすぎて戦闘が作業になりがちです。時代が違えばこれ自体が問題点にはなり得ないのですが、今は有料無料問わずゲームで溢れ返っている時代。この時代にスクールデフォルト戦闘は少しきついものがあることは否めないのではないでしょうか。最後にメンバー編成についても少し触れましょう。本作では多くの戦闘参加可能キャラクターが存在します。その数は当然4名を超えることになります。しかし、パーティキャラの編成を行えるようになるのはラス弾突入からです。それまではストーリー展開上の都合で色々あり、4名以下に収まることになります。おそらくパーティを固定せずいろんなキャラクターを試してほしいという作者様側の意図ではないかと思います。私としては、編成できる自由度は欲しかったところです。総評に入ります。アス7の魅力は何と言ってもストーリー。あの大震災を機に長年プレイしていたネトゲを引退。かのネトゲのような濃密な世界観のお話を作ってみたい。果たしてその思いは現実となりました。ストーリー面では政治や戦争といったリアルな要素から、ファンタジー要素もバランスよく楽しめます。他のフリーゲームとは一線を画す魅力あるストーリーに仕上がっていると思います。独自のアニメーションを取り入れることで、戦闘シーンを彩る工夫も行っています。しかしながら、戦闘アニメーションが凝っているとはいえ、スクールデフォルト戦闘というわかりやすい短所が存在することは事実。単純にストーリーを楽しみたい方や、スクールデフォルト戦闘でも辛くない方にはおすすめできると思います。お疲れ様でした。本動画の紹介は以上です。興味を持ちましたら高評価とチャンネル登録お願いします。動画作成の励みになります。ご視聴いただきありがとうございました。